今回はブラタモリの後追い超復習江戸城スペシャルをご紹介します。東京限定雑学。タモリさんたちが今回やってきたのは現在の皇居でありかつての江戸城です。江戸城は1400年代室町時代に活躍した武将太田道灌により築城され、徳川家康により拡張されました。この城は内堀と外堀の二重の防御によって鉄壁の守りとする極めて優秀な構造をしており、現在も東京を代表する歴史的遺産です。外堀は外周約15キロ前後、面積は10平方キロメートルほどですが、自然の堀として機能した隅田川も含めると約21平方キロメートル、東京ドーム450個分を誇り、これは日本の歴史上最大の城として大阪城の5倍の面積を誇ります。現在隅田川を含めない外堀の範囲はおおよそ千代田区と一致しており、内堀が皇居として利用されていますが、この皇居でも大阪城の2倍の面積を誇っており、いかに江戸城が巨大だったかわかります。まずタモリさんたちが2階建てバスに乗って訪れたのが竹橋。かつてはサラリーマンしかいないひっそりとしたエリアでしたが、現在ではここも観光客にあふれています。そして建築マニアの間ではおなじみ、1966年完成のパレスサイドビルと国立近代美術館があるのがこの竹橋です。ここでタモリさんたちは江戸城の石垣に注目しました。江戸城の堀は水を蓄えた水堀と石垣がセットになっているものが多く見られますが、パレスサイドビルの南側にそびえる石垣はだいたい2階建ての建物ほどの高さがあり、これでも人の侵入を防ぐにはかなり効果的です。ところがパレスサイドビルの西側、国立近代美術館の近くに来ると石垣の高さが倍近くなり、もはや人どころか巨人の侵入に備えているかのごとき圧迫感を感じます。しかしどうして石垣の高さに違いがあるのでしょうか。理由は上空から見るとわかります。先ほどの小さい石垣を上から見ると、堀の中にポツンと浮かぶかなりきれいな長方形であり、人工的に作られた島のようなものであることがわかります。対して圧迫感のある石垣はそこに広がる大地、つまり周囲より高くそびえる地形の縁です。実際国土地理院の地形データを見てみると、東側の低地に対して西側に広がる大地の境にこの石垣があり、つまりもともとあった崖に石垣を積み上げた構造であることがわかります。このように江戸城は人の手によって作られていると同時に、元ある自然を巧みに利用して防御力を格段に高めているのです。このような自然の活用は江戸城の至るところで見られます。次にタモリさんたちが向かったのが千鳥ヶ淵です。千鳥ヶ淵は武道館や靖国神社などで有名な桜の名所ですが、ここの特徴は何といっても非常に深く広い堀です。特に南側に関しては首都高速都心環状線、通称 C1 との対比が象徴的で、都会の人工物であふれる空間でありながら雄大な自然を感じることができます。このような巨大な堀は防御力を高めるのにうってつけであり、ここまで大きければ敵の戦意を喪失させるには十分すぎますが、これも実は一から作ったものではなく、もともとあった自然の池を堀に改修したものであることが番組で紹介されていました。このような自然地形はさらに最高裁判所や東京 MX でおなじみの半蔵門から警視庁のある桜田門付近でも見られ、
これは丸の内側の人工的な堀と比較しても格段に巨大で、まるで雄大な大河のようです。このように江戸城は巧みに自然を活用した非常に賢い城と言えますが、しかし時として逆に自然が防御力を下げてしまうことについても説明がありました。タモリさんたちが次にやってきたのが番町。都内屈指の高級住宅街として知られているこの町は、竹橋で見た台地の延長線上にあります。この地形は先ほどの説明の通り、東側では崖を形成し防御力を高めてくれましたが、西側は平地として続いており、新宿方面から来た敵に対しては無防備な状態です。徳川家はそんな自然の欠点に対して、この場所に番方、つまり幕府の戦闘部隊のための住宅街を作ることで、人家と人という極めて人工的な壁を形成し対処したのです。そしてこの番方が住んでいる場所であることから、この町は番町と言われているわけです。番組ではこの番町を舞台とした歌舞伎や落語で有名な番町皿屋敷について説明がありました。この物語は番町に住む旗本、つまり幕府に忠義の厚い武士、青山播磨の屋敷に勤める腰元、いわゆる女中のお菊が青山家に伝わる家宝の皿10枚のうち1枚を割ってしまうことから始まる江戸時代から続く大ヒットフィクションです。基本は死んだお菊が毎晩井戸から化け出て10枚揃わない皿を数え続けるというホラーですが、歌舞伎や落語、講談など演じられる芸能により物語の詳細が異なるなどのレパートリーが存在します。歌舞伎では青山播磨とお菊が恋愛関係にあり、お菊は播磨の愛情を確かめるために皿を割るという悲恋の物語として語られます。しかしタモリさんが紹介した落語では、毎晩化けて出るお菊が密かな話題となり、若者たちが怖いもの見たさで井戸にやってくるところから物語が始まります。しかし9枚数えたところまで聞いてしまうとお菊に呪い殺されるので、6枚まで数えたら退散するというルールがありました。ところがこのお菊が大変な美人であり、夜な夜な起こる不可思議な生じみたルーチンがいつしか街で話題となり、井戸の前には人だかりができるようになります。そして幽霊のお菊もその人気に嬉しくなって観客に愛想を振りまき、有料の見物席が設定され、土産物まで売られるようになり、もはや観光スポットと化すのです。しかしある日、いつも通りお菊が6枚数えたところで見物客が帰ろうとするも、あまりの混雑ぶりに帰ることができず、とうとう9枚まで数えるのを聞いてしまいます。ところが見物客は死ぬことはなく、驚いたことにお菊はそのままあるはずのない10枚、11枚、12枚と数え続けるのです。そして最終的には18枚まで数えた挙句、そのまま井戸の中に帰ろうとするので、見かねた見物客が「お菊の皿は9枚と決まっているだろう」と問いかけると、お菊はこう答えるのです。明日は休むから2日分数えました。徳川家は自然と人間の力の融合によって日本最大の城を築きましたが、次にタモリさんたちが注目したのは、実際にこの城を作った人々についてです。徳川家によって行われた江戸城の拡張工事には、当時多くの大名たちが参加しており、その痕跡を見ることができる部分にタモリさんたちが訪れました。タモリさんたちは船に乗り、パレスサイドビルの北側の川沿いを行きましたが、実は川に出ずとも痕跡を見ることができます。タモリさんたちが注目したのは、再び堀の石垣。江戸城の石垣は至る所に存在しますが、その多くは大名がお金と人材を提供する天下普請によって作られたものです。この天下普請は、表向きは徳川家が信頼の証として幕府の公共事業に大名たちを参加させるという
名誉でありがたき贈り物としての性質を持ちます。ところが実際には大名たちにお金と人材を拠出させることにより謀反を起こす体力をつけさせないという目的があり、このチャンネルではしばし天下武神をありがたき押し付けという言葉で表現してきました。大名もこの隠れた意図を分かってはいるものの、ここで大量のお金と人材を投入し、他の大名たちよりも優れたものを作れば幕府への献身ぶりをアピールすることができるため、自らが統治する藩を挙げてこの公共事業に全力を投入しました。このありがたき押し付けによる工事は、研究からどの藩がどの工事を担当したのかがおおよそ明らかになっていますが、同時に実際石垣を見ることによって詳細な情報に直に触れることができます。江戸城の石垣は非常にきれいな一方、よく見ると物によっては意図的につけられたような傷が存在しており、近くで観察するとそれがマークなどの刻印であることがわかります。このマークは石垣の担当になった藩の家紋や実際の作業を行った担当集団のロゴ、どこの石垣に使用する建材であるかを表示する作業用の記号、はたまた採石場のある伊豆や瀬戸内海から石を運んでくる際の盗難や紛失を防ぐ認識表であったりと、様々な意味を持ちます。つまりこの刻印を見ることによって、その石がどんな背景を持ってここに置かれているのかがわかるのです。この刻印は至るところで見られ、そのレパートリーもかなりの種類があるため、それを探して回り、意味を読み解くマニアもいます。皆さんも皇居周辺を散策する際には、石垣に注目し、数百年前の古の人々の知恵と仕事に思いを馳せてみてください。石垣に刻印やマークを施す文化は、几帳面な日本独特のものにも見えますが、実は世界中に存在します。例えば、江戸時代の始まりから400年ほど前、1100年代から200年代にフランスを統治したフィリップ2世が、現在のパリに築いた砦の石垣は、今でもルーブル美術館の地下に残っています。そしてその石には、施工や運搬を担当した集団のロゴが刻印されており、これが彼らの仕事の報酬の算定に重要な役割を果たしていました。そしてさらに徳川家康の時代から遡ること4100年ほど前、エジプト第四王朝の時代に建設された石組みの究極形であるピラミッドにおいても、石の運搬に携わった職人集団の名前や運送や石組みを行う際の配置を示した認識コードなどが塗料により付けられているのが発見されています。ここで興味深いのは、職人集団はそれぞれチーム名としてクフ王の友やメンカウラー王の酔っ払いなど、かなり個性的な名前を残している点。この名前は王に対してある種の親しみやいじりなどが感じられることから、当時の労働者の地位が決して低くなかったことがわかる貴重な証拠です。ピラミッドは人類の大きな遺産ですが、江戸城の建築も大胆さでは注目すべき部分があります。タモリさんたちが次にやってきたのはお茶の水。この場所は中央線、総武線、そして丸ノ内線が立体交差する大胆な構図が、海外の写真家や映像作家から大人気のスポットですが、タモリさんたちが注目したのがその切り立った崖です。あまり都心では見かけることがなく、宮崎県の観光名所高千穂峡を若干想起させる景色は、上にかかる聖橋に立った際に多少の恐怖を覚えるレベルの高さが特徴的です。眼下には外堀として利用された神田川が流れており、一見するとアメリカのグランドキャニオン同様、川が長い歳月をかけて大地をうがった自然の賜物と言えそうです。ところが実際にはそうではなく、これもまた江戸時代のありがたき押し付けの成果、つまり人工物なのです。この場所は江戸時代に入るまではここまで深い谷は存在せず、両岸が緩やかに結ばれていたと考えられています。しかしこの辺りは高い地形となっており、
こうなると地の利として攻め入る側が有利となり、幕府にとっては鬼門となってしまうのです。そのため徳川家康はある人物に命じて人工的な谷、つまり堀を作らせました。それが東北の雄、独眼竜として知られる仙台藩の伊達政宗です。彼は土木の天才とされており、江戸幕府においても非常に重要な地位にありました。しかし政宗自身はその有能さゆえに家康から警戒される人物でもあり、地位としても幕府に忠義が厚いとは言えない外様大名に甘んじていました。仙台藩は江戸の北方に位置しており、もし政宗が謀反を起こして江戸に攻め入るとすれば、この場所から侵入することが予想されていました。そこであえて伊達政宗に命じてこの場所を掘らせることにより、戦意を削ぐとともに土木の天才と言われた政宗の技術をもって完璧な堀を作らせようという意図があったと考えられています。また対する伊達政宗もここで完璧な堀を作ることによって幕府に対する忠義を示すとともに、他の藩に対して自らの技術力をアピールする狙いもあり、これによりとても人工物とは思えないような深く巨大な堀が出来上がったのです。お茶の水に巨大な堀を築くことによって忠義を示した伊達政宗に対して幕府は土地を与えますが、タモリさんたちが訪れたのが現在の日比谷公園です。この場所は江戸城の目の前にあり、頻繁に城に出向くことになる大名にとっては利便性の高い場所です。幕府は江戸に住む大名に対して土地を与えるという形で居住場所を指定しており、基本的に江戸城に近い場所に土地を与えられた大名ほど幕府からの覚えがいいとされていました。そんな中で伊達政宗が土地を与えられたのが現在の日比谷公園であり、一見すると仙台藩は徳川家からの評価が高かったように見えますが、ここにはある裏がありました。政宗が土地を与えられたこの場所は現在においては雰囲気のいい公園として整備されており、周囲には高層ビルが立ち並ぶ大都会のど真ん中ですが、江戸初期においてこの場所はなんと日比谷入江と呼ばれる海でした。そんな海を伊達家に与えた理由、それは天下普請とは少し異なりますが、これもありがたき押し付けの一環です。一見江戸城の目の前という最高の土地を与えることで大名に信頼を示しているようにも見えますが、実際には海がゆえにそこに屋敷を建てるにはまず埋め立てを行わなくてはならず、これには莫大な費用と人員が必要となります。そしてこの埋め立てにより幕府は自分の懐が痛むことなく江戸の土地を拡張できると同時に伊達家の力を削ぐことができたのです。なおこれに対して伊達家は埋め立てずに置くという対抗手段にも出られそうです。しかし天下の徳川家から賜ったものを無下にするという行為は反逆ともいえ、それが理由で伊達家を冷遇し、最終的には取り潰しにすることもできるため、埋め立てないという選択肢はあり得ず、仙台藩はこの土地を懸命に埋め立て、参勤交代で江戸に滞在する間、政宗が住まい、藩政を司る上屋敷として利用しました。ちなみに当時の技術的に埋め立てた土地の居住性は最悪で、しばらくは土壌から水が抜けず、湿気が地面から放出されるため、そこに木造家屋を建てるとずっとジメジメした空間となり、カビが生え人間の生活には適していません。そのため同じく江戸城の前に土地を与えられた外様大名の毛利家は、この場所を形式上は上屋敷としていたものの、実際には少し離れた現在の東京ミッドタウン付近にあった下屋敷、つまり別荘を主な拠点としていたようです。なお伊達家はカリスマ性を持っていた初代藩主政宗の死後、お家騒動が勃発し、幕府から見限られたのか、上屋敷を徐々に遠くに置かれ、最終的には現在の汐留塩サイトに落ち着くことになります。ところがここも当時は海だったため埋め立てる必要があり、伊達家は屋敷に関しては恵まれなかったと言えます。
この埋め立てについては以前動画を出していますので、上のバナーか下の説明欄からご覧ください。このように自然と人間の融合により作られた日本最大の城、江戸城は現在もこうして私たちの前に残っています。ぜひ訪れて自然の雄大さと古の人々の熱い努力と知恵を感じてみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。